こんにちは。そうですね。今日は、今作品作ったりするんですけれども、今に至るまでの、どういうふうにしてきたかを少し、今日は喋ろうかなと思います。そうですね。なんかいつから喋ればいいんだろう。ちょっと絵に対して、美術、絵に対してちょっと今思うと小学生の時に思ってたことがあって、一人でいることも多かったし、もちろん友達と遊ぶこともたくさんあったんですけれども、一人でいる時にとかなんて言うんだろう、ちょっと印象に残るのは鏡を見るのが好きだったんですね。好きっていうか、よく鏡を見たりしてたんですけれども、でその鏡って自分の顔を映すじゃないですか。でもこの鏡あの鏡、いろんな鏡がある中で、どれも同じように見えなかったんですね。ある鏡はなんかほっそりとして見えたり、である鏡はちょっと太ってるように見えたり、なんか見る鏡によって全く違う自分が見えるっていうことが何かちょっと心でずっと思ったことがあって、でどれもなんて言うんだろう、本当の自分を映し出せないだろうなって思ってたんですよ。ということはどっちみち人間って自分の姿って自分で見れないじゃないですか。でそれがあったり、でもう一つは夢っていうか、自分の夢、小学生の時の夢は科学者になることと、その画家になること、どっちかはしたいなって夢を見てて、で今画家になってるんですけれども科学者を思ってたのは、何か作ったり発明したり、何か新しい何かを作ることがものすごく好きで、何かしらラジオとかも自分で分解したり、また作れなかったりいろんなことをしてました。で私一人3つ上のお兄ちゃんが兄弟いるんですけれども、そのお兄ちゃんも今美術を、絵を描いている画家なんですよ。なのでお兄ちゃんの影響もあったり、お兄ちゃんのことも好きだったし、何かしらお兄ちゃんがやってることは全部かっこいいなとか、いつも新しいことを挑戦してるし、だから子どもの頃すごく影響はされていたと思います。そういうことがあって、でもう一つ印象に残るのは、なんて言うんだろう、本当に好奇心で、死ぬっていうことに対しての好奇心はあったんですよ。何かしら、死んだらどうなるんだろうっていう、本当に答えられないようなものをずっと考えてた時もあったんですけれども、ただの好奇心で、死んだらテレビの電源をプチって切った時に真っ暗になるっていうイメージだったんですね、その時は。今でも死んだらどうなるか分かんないんですけどね、何かしら死に対してすごい今でもそれは続いているかもしれないです。で多分それが作品の本当の根底にあるものかもしれないですね。なのでその後、中学1年の時に日本に、父のお仕事で日本に来て、で中学校高校を過ごして、
でそうですね、本読むのが大好きで、いろいろそうですね、ちょっとこう考えたりするのも大好きで、それで大学は絵の方行きたいなって思ってて、そうですね、お兄さんがもう先に美大に入ってたので、韓国の、それでお兄さんが行ったところ行きたいっていうこともあって、そうですね、大学はソウルにある大学に美大に入りました。でただ絵が描くのが好きで入ったんですけれども、入っていろいろそうですね、美学とかいろいろなんか接するうちに、大学3年の時にフランスに交換学生として行くことがあって、で行った時に、行く前はすごく不安だったんですね。要は全くそうですね、ちょっとこう要望が違う西洋人の中にこう入っての生活になるので、日本と韓国は割とあんまり、そういう、そういうところは自然に過ごせるので、不安だったんですけれども、行ってみたらなんか言葉さえ通じればどこも一緒だなっていうのは感じましたね。でもう一つはなんて言うんだろう、こう見る人がそうですね、すごい私って東洋人だなっていうのがすごくあらわになって、日本とか韓国にいる時は私って東洋人だっていうのは全くじゃないけどあんまり考えたことがなくて、で向こうに行ったらすごくそれを感じまして、でそこで一旦なんて言うんだろう、ゼロに変えるっていうか、今までやってきた、絵もそうなんですけれども、今やってることに対してなんでやってるんだとか、ちょっと自分に対して問いただす起点っていうかの時だったと思います。それからなんて言うんだろう、ずっとなんて言うんだろう、絵をこう描くにもなんかかっこよく描こうとか、技術的に、なんかこう、なんかすごいなんか、かっこよく作ろうっていうなんかそういうのが嘘っぽくて、絵を描くのをちょっとやめたんですね。要は違う表現をたくさんしてて、でもその絵に対して解決してないんだから、また絵に戻るだろうっていう前提で動いてたんですよ。要はその嘘っぽい嫌だっていうことを除いての何か、ものが絵になったらっていうのは多分あったと思うんですね。それでやってきたのが10年ぐらいじゃないかな。どうなんだろう。その間はいらないものをこう削ぎ落とす過程だったんだと今は思ってるんですね。それでやっぱりその素材もそうですね、その10年ぐらい経って戻った絵がその絵の具の絵っていう絵があるんですよ。絵の具を描いた絵なんですけれども、でその絵から始まったっていうか今に至ります。これは2004年から2011年にかけてした主な作品をこう集めたそうですねものなんですけれども、要は自分がやってきたことっていうか、なんか見た目全く違うからどうかなと思って、ちょっとこう自分が自分を見るために作ったんですよ。でこれがフランスに交換学生として行った時の写真ですね、様子ですね。で2001年です。そうなんですよ。シルビー・ファッションっていう、先生の下で、しました。でこれが2004年ですね。
でこれは、目を隠してで右利きですけれども左手でペンを持ってで「し」っていう、考えること、という、単語の、辞典的辞書に載ってるそうですね、説明を、友達に読んでもらってそれを聞きながらそのまま書くっていう。要は考えさせられない状況を自分で作ってでやってることを残したいっていうか、どういうイメージになるのかとか気になったり、そうですね、それで作った作品ですね。でこれも2004年に韓国でなんですけれども、隙間と間っていう、テーマで、グループ展があったんですけれども、こういう、3点の写真があるんですよ。この写真を持ってその画廊とか、他の人が展示してるところにそっと自分の写真を置いて写真撮って帰るっていうか、で道端でどっかの道端でその写真をかけてこう写真撮るとかで、それが展示してるっていう、展示する場所とか展示するっていうことに対してちょっとそうですね、自分なりのちょっとこう考えっていうか考察っていうか葛藤があった時でした。でこれもグループ展なんですけれども、自分が使ってた、ベッドをそのグループ展、すごくこの時参加者がものすごく多くて、でたくさんいる中でそうですね、ベッドを一つ置くっていうか、自分の使ってた、要はすごいプライベートなものであるけれども、そこに置いて、訪れる人が、座ってもいいし寝てもいいし何してもいいみたいな、ことで、ベッドを置いて、で作品名がそのベッドのネックレスっていう題なんですけれども、要はこうなんて言うんだろう、こうネックレスのペンダントっていうイメージだったんです、このベッドが。それでつけました。これもソウルでの展示です。これもソウルですね。だから大学院の時にしてた展示とかです。この窓に書いてるのはこの窓っていうのがもう壊される建物の窓なんですけれども、その窓から見える、窓越しに見える風景をそのままなぞって描くっていうか、なぞるっていうか、同じく描こうとしたものなんですけれども、誇りがすごくあって、なぞるって言っても良いではないことであったりで、線ってもともとこのねないものですけれども、線というふうにこう書くっていうことに対してのちょっとこうなんだっていうイメージだったんで、それの作品ですね。でこのビデオ作品はもう走るのちょっと苦手なんですけど、めちゃめちゃこう何回も走った直後に撮るっていう。で撮る時はもう息もすごいし、すごい汗も出るんだけど、何もなかったかのような表情っていうか、無表情っていうか、平常心っていうか、そういう姿を映してる。でも鼻はすごい動くし、鼻穴は。で何かしらこう汗も出てるし、で顔の色も赤くなったりとか、自分がコントロールできないものを見せようとしたものですね。だからコントロールできないっていう題です。でこれはそうですね、韓国でもこれ絵の具の塗り絵ですね。塗り絵として、子どもの頃、やったりされたことあると思うんですけれども、こういう絵があったらここは
同じくとか、好きなように色を塗るっていうものなんですけれども、自分は色を塗るっていうことに対してのその色っていうことに対してのその考えの、文字で埋め尽くしたっていう作品です。そうですね。でこっちは2006年ですね。これは、外人散策っていう作品で、なんて言うんだろう。韓国で生まれて、で日本に来たら韓国人と見られて、日本で過ごして韓国に行ったら日本人として見られ、なんて言うんだろう、どっちでもないような感覚っていうか、そういうのをよく、そうですね、そうですね、おばあちゃんが日本人であったこともあるし、なんかそういうなんかどっちでもないっていう感覚、それがそうですね、あえて自分が作るっていうか、こう便器を持って街を歩いて、その便器を持って街を歩くこと自体ちょっと意外な、外人のような感じっていうか、ちょっと日常じゃないような感じでもあるので、そうしながらもポラロイド写真をそのところどころの風景を撮って、便器の中に入れるっていう、そういう散策っていうか、なんか消化するっていう、その場所の風景を消化するっていう意味でその便器を持ってるんですけれどもね、なんかそういうこともしてました。でこれはなんていうんだろう、いつも化粧する顔っていうか、なんていうの、化粧するっていうことは、自分の、隠したいところを隠してたり、なんかもっと綺麗に見せようとか、そういう意味でのなんか化粧なんですけれども、肌を守るっていうこともあったりするけど、いろんな意味があると思うんですけれども、なんていうんだろう、この世界と自分との間っていう風な感じがあったんですね。それが物質的にその自分の顔と、世界との間の化粧っていうイメージもあったし、その化粧っていうものが持つ意味合いとしても、世界と自分の中の間っていう意味として、ちょっとその痕跡をこう、残したものなんですけれども、これはちょっと今でもできるっていうか、まだ完成してないですね。でこれは3年間フランスにいる友達との、手紙のやり取りなんですけれども、1枚の紙にこう手紙を書いて、で折ってそのまま送って、で彼女もどこか空いてる場所に手紙を書いて、それから前書いた住所のところは除いて、きれいな場所を表に出るようにこううまく折って、また何回もこう繰り返し使えるようにした作品ですけれども、要はその自分とその他人とで、その郵便局の印っていうか、この三者の痕跡がこの一つの紙に残されて集まったらどんなイメージになるんだろうっていう、疑問から始まったものです。最後はその文字は文字として見えず、そうですね、一つのイメージになるだろうっていう、ことで作り始めたものです。なのでそのなんて言うんだろう、完成したものはもう文字は全然見えないんですね。ただしその友達とやり取りしてた時のまたなんて言うんだろう、その時の感情とか、詳しく内容はわからないけれども、やり取りしてた時のなんか思い出というか、それがまた今になって再構成されるっていう、また生まれ変わって何かを生み出すっていうこと
が、目的だったのかなって思います。でこれはそうですね、一つの紙を立体にピアノの鍵盤を作って、で指に絵の具をつけて、その当時、自分で覚えて弾けるものが、ピアノソナタ、モーツァルトのピアノソナタなんですけれども、それを弾いて、でそれで紙をまたこう広げた作品です。だから今の、立体で作った線、立体で作った線が、二次元で見せるっていう作品、とつながってるからまた面白かったです。でそうですね、ちょっと絵が描けなくなった時点から、10年ぐらい後に、絵に戻った最初の絵です。絵の具の絵っていう絵です。ただ絵の具を同じく描いたものなんですけれども、人って絵を見てるんですけれども、絵の具を見てることでもあるじゃないですか。でも絵の具を見てるというふうな、考えよりは、絵を先に見て思ったり描いたりするじゃないですか。であえて絵の具の絵を描いて、で絵の具の絵を描いてもやっぱりここで鳥だったり人の形に見えるとか、やっぱり何かしらイメージを作っちゃうんですよね。そういうところを、狙ったっていうか、思って描いた絵です。はい。以上ですね。はい。なので素材もやっぱりプリミティブなものにたどるっていうか、墨だったりこの紙だったり、で顔料、岩絵の具もそうだし、それで今に当たっています。なのでこれからまた展開していくだろうし、全く違うじゃんって思う外見かもしれないんですけれども、ずっとやってきたことを振り返ると全部作品が違ったりするんですよ。でもそれは見た目だけ違ってて、自分の中では全部一貫するものであるんですね。その中での生まれたもの、その問いに対しての、自分なりの答えじゃないけど、そうですね、その表現し方っていうかだったと思います。なのでこれから何が起きるか何を作るのか、また見てください。はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。